こんにちは。今日のポッドキャストでは日本の伝統工芸について話します。日本には長い歴史の中で生まれた美しい工芸品がたくさんあります。陶芸、宇治塗、和紙作りなど地域ごとに特色があります。最後に漢字リストとリスニングクイズが説明欄にあるので、ぜひチェックしてください。チャンネル登録と高評価もお願いします。陶芸は日本の伝統工芸の中でも特に有名です。土をこねて形を作り、窯で焼いて作ります。有名なものに有田焼や備前焼があります。地域によって色や模様が違い、使う土も異なります。お茶や料理に使う器として今でも多くの人に愛されています。土塗りは木や竹に土という天然の塗料を何度も塗って仕上げる工芸です。光沢が美しく、水や熱にも強いのが特徴です。お椀やお盆、箸など日常の道具にも使われています。手間と時間がかかりますが、その分長持ちします。和紙作りは古くから日本で行われてきた伝統工芸です。楮や三つ股といった植物から繊維を取り、手で紙をすきます。和紙は丈夫で美しい質感があります。書道や障子、ちぎり絵などに使われています。染め物は日本各地に多くの種類があります。藍染めや紅型など色合いがとても美しいです。職人は布を染める前に糸や布を縛ったり、型紙を使ったりして模様を作ります。手作業ならではの温かみがあります。細工も日本の伝統工芸の一つです。木を削ったり組み合わせたりして家具や道具を作ります。指物や組子など釘を使わずに組む技術もあります。木の香りと手触りが魅力です。金箔貼りは金を薄く伸ばした箔を物に貼る技術です。京都の金閣寺や画家の工芸品などが有名です。器や仏具、装飾品に利用され、豪華で上品な輝きを放ちます。貼る作業はとても繊細です。刀鍛冶は日本刀を作る職人の技です。鉄を何度も打ち、折りたたみ、強くて美しい輪を作ります。日本刀は武器としてだけでなく芸術品としても高く評価されています。今では主に展示や儀式に使われます。提灯作りは竹と和紙を使った伝統工芸です。骨組みに紙を貼り、手で絵や文字を書きます。祭りや店の入り口などでよく見られます。柔らかい光が魅力で日本の風景によく合います。扇子作りも日本の文化を象徴する工芸です。竹の骨に和紙や絹を貼り、絵や模様を描きます。夏に涼を取るだけでなく、舞踊や茶道にも使われます。折りたためるので、餅は小火にも便利です。こけしは東北地方で作られる木製の人形です。頭胴が一体になったシンプルな形で、手書きの顔や模様が特徴です。お土産や飾り物として人気があります。一つ一つ表情が違うのも魅力です。陶人形は粘土を焼いて作る人形です。節句や祭りの飾りとして使われます。細かい部分まで丁寧に作られ、色付けも手作業です。飾ることで季節や行事を楽しむことができます。南部鉄器は岩手県で作られる鉄製の工芸品です。特に鉄瓶が有名で、お湯がまろやかになると言われています。重くて丈夫で長く使えるのが特徴です。模様や形も美しく、インテリアとしても人気です。白鳥人形は福岡県の博多で作られる土人形です。人物や動物、枚挙などが多く作られます。鮮やかな色彩と優しい表情が特徴で、贈り物としても喜ばれます。江戸吉子はガラスを削って模様をつける工芸です。光に当たると美しい輝きを見せます。グラスや皿などに使われ、繊細なデザインが魅力です。東京の伝統工芸として有名です。和島塗は石川県の和島で作られる漆器です。何十回も糊を塗り重ね、金粉や螺鈿で飾ります。丈夫で美しく、実用性と芸術性を兼ね備えています。有松絞りは愛知県の有松で作られる絞り染めです。布を糸で絞り、染料につけて模様を作ります。手作業による細かい模様が特徴で、浴衣やハンカチなどに使われます。
備前焼は岡山県で作られる焼き物です。釉薬を使わず土の色と焼き方で表情を出します。素朴で力強い雰囲気があり、花瓶や茶器に使われます。日本の伝統工芸は職人の技と心が込められています。一つ一つが長い時間と努力で作られ、その土地の文化や歴史を伝えます。旅行の時はその地域の工芸品を見たり体験したりしてみると楽しいです。今日のエピソードでは日本の伝統工芸について紹介しました。陶芸や漆塗り、和紙作りなど多くの技術が今も受け継がれています。説明欄にはこのエピソードで使った漢字リストとリスニングクイズがありますので、ぜひ挑戦してみてください。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。じゃあまたね。